先輩、イミテーションゲームって映画、知ってますか？見たことないんすか？第二次世界大戦中、ドイツの暗号を解読しようとした実在の数学者たちの話なんすよ。めちゃくちゃ面白かったんで、ちょっとその話させてください。大丈夫っす。結末とか細かい筋書きには触れんので。当時のドイツ軍、エニグマっていう暗号機を使っとって、これが当時としてはほぼ解読不可能って言われとったんすよ。歯車の組み合わせを毎日変えるだけで可能な設定の数が天文学的になるんすって。主人公のチューリングはその解読チームに集められた数学者の一人で、人力で解読するのは無理やと判断して専用の機械を作ろうとするんすよ。それが映画の中でも出てくる音符っていう機械なんすって。映画やとある瞬間のひらめきで暗号が解ける展開になっとるんすけど、実際の解読ってもっと地道な話やったらしくて、ドイツ軍の兵士、天気予報を毎日ほぼ同じ言い回しで打電しとったんすって。しかもメッセージの結びに決まり文句をつける癖まであったらしくて、答えの一部が最初からある程度分かってしまうっていう状態やったんすよ。これをクリブって呼ぶんすって。これを手がかりに音符で残りの設定を絞り込んでいくっていうやり方やったんすよ。つまり数学の力技だけやなくて、ドイツ軍側の人間らしい油断も解読を助けとったんすよ。これただのパズルの話やなくて、実際の戦況にめちゃくちゃ効いとって、当時イギリスに物資を運ぶ船団がドイツの潜水艦に次々沈められとったんすって。でもエニグマを解読できたことで潜水艦がどこにおるか事前にわかるようになって、危険な航路を避けたり逆に狩りに行ったりできるようになったんすよ。歴史家の推定やと、この解読のおかげで戦争が2年から4年短くなったらしくて、数百万人単位の命は救われた計算になるんやって。ちなみに映画やと、女性の数学者が新聞のクロスワード大会がきっかけでチームに入るんすけど、これ半分本当で半分は映画の演出らしくて、実際にブレッジリー・パークは新聞のクロスワード大会の上位入賞者に極秘の手紙を送ってスカウトしとったんすって。ただ映画のモデルになった女性自身は指導教員の紹介で入ったらしくて、クロスワード採用は実際にあった別ルートの話を映画がまとめて一つにしたって感じみたいっす。これ個人的に一番好きな話なんすけど、戦争が終わった後もこの解読の成功何十年も国家機密のままやったんすって。関わった人たちは家族にも自分が何をやっとったか
一切話せんかったらしくて、一般に公表されたのが1974年。戦争が終わってから30年近く経ってからやったんすって。戦況を左右した本人らが長い間ただの地味な事務員としてしか扱われんかったってことなんすよね。こういう誰にも言えんすごいことをやり遂げた人らがおるっていうの、なんかじんわりくるんすよね。先輩の日常にも誰も知らんすごいふんばりが実は転がっとるかもしれんすよ。先輩は誰にも言えんかった頑張りありますか？まあ無理に期間取ってくださいね。おやすみなさいっす、先輩。また明日ね。